トヨタ結構こんな傷なんねんすぐ。どっちみちそれで傷だらけやから、もう傷だらけなんねん。うまい例えがないねんけど、何しても傷入んねん。大変やなこれ。ほらほらほら。うわー。傷は全然増えてんねんけどな。綺麗やったらもうむちゃくちゃかっこいい。かっこよくて綺麗になるから。確かにね。はい、どうもマスピーです。本日もですね、ガレージアストレアさんお邪魔します。はい、今日の企画は僕が普段っていうか乗ってるアルファードのコーティングをねちょっとやってもらいたくて、どんな工程でやるのかやってもらおうと思って、おなじみの須藤くんにやってもらいます。はい。うわ、やっぱ汚いなこれ。わかるかな。汚いやんこれ。何これ。これ塗ってる？ここ塗ってる？塗ってるってどういうこと？どういうことわからない。再塗装の肌や。再塗装してんのこれ。ここも塗ってるわ。マジで。なんで？どういうこと？これな、肌のな、この肌がな、元色の肌じゃない。すごいこう梨状って俺ら言うんやけど、こうもやもやもやーっとなってんねんやんこれ。これさが多分どっかで塗ってるわ。こんなんとかめっちゃ汚いやんこれ。これ取れんの？これは取れる。これも取っときやこれ。これな、これ俺好きよなこれ。これ好きやな。クラウンにもよくあった。このシューね、これ。攻める傷なこれな。須藤さ、半分やってくれへん？断る。断んな。お前それいつから決めとってんそれ。覚えて。さっき考えて。いやこれ半分やって。そうやな。半分やったら分かるやん。半分の切れさが。そうやな。なあ。その工程をちょっと今から取っていきたいねんけど。大丈夫？やろうか。やって。じゃあ俺取っとくだけやけどごめんな。一回やって。よし。まず半分。それをとりあえずマスキングしようか。普段はもうこれ洗ったりとか拭いたりとかで始めんねんけど、とりあえず半分先養生するわ。養生ね。はいはいはい。やるなお前。お母ちゃんにも会ったし久しぶりに。もう30年ぶりぐらいちゃうかな。なあ。須藤君のお母さん。須藤君のお母さんです。お世話になってます。いやめっちゃ久しぶりですよね。もう30年ぐらい。お母さんと須藤君のツーショット。なんかまだ動揺してるわ。おかんが来たから。汚いなここもやっぱりエンジンも。なあ。やっぱ黒は汚なんなすぐ。黒はな。この傷とかさ、この汚れとか。この細かいこの傷とか取れんのこれ。ここは微妙やな。なるべくやってみるけど、ここ樹脂部分やからさ、樹脂ってこっち鉄板やね。でこっちちょっと柔らかい素材 F やからあんまり磨かれへんね。鉄板やと結構磨いて熱持ってこう傷が取れていくねんけどな。だからなるべくちょっとやってみるよ。プロみたいなもん。やる？ぽいやろ。トヨタ結構こんな傷なんねんすぐ。いやこれはマサピーが乗ってるから。そうなんだ。マジやね。これ202、これカラーナンバーが202っていう黒やねんけど、これはもう俺らの業界でも一番ちょっと問題児みたいな扱いを受けてて、この202はお断りっていう業者も結構あるねん。そうなんや。そうだね。だからそれぐらい難しい。だからこれ磨けたら1、2枚って一応この業界では言われてんねんけど、だから断る。なるほど。なるほど。だからもう一発目断ってんや。そうや。なるほど。それぐらい難しいんだから、何しても傷入んねん。だから例えばこうやって歩いててさ、ちょっとこの服が擦れたで傷入んねん、この黒は。だから極端な話、もう走ってるだけで傷が入んねん。はあ、なるほどね。それぐらい難しい。綺麗やったらもうむちゃくちゃかっこいい。かっこよくて綺麗になるから。確かにね。じゃあ早速やっていきましょうか。やっていきましょうか。はい、やっていきましょう。とりあえず。なんでそれ貼ってんの？これ磨くねんけど、その時にここにつくと取れへんねん。そうなんや。それとか結構すごい勢いで磨くから、このボディ以外のところに傷が入らんように。なるほどね。ガソリンスタンドとかでもさ、コーティングとか
あるけど、うん。やっぱり一番の違いってその俺はめちゃくちゃ磨くからさ、ああいうとこってもうほんまにさーっと磨くだけやから、そんなに研磨剤も飛ばへんし、リスクとかもないと思うねんけど、俺らはもうむちゃくちゃ磨くから、やっぱりそのポリッシャーを回すからさ。何？ポリッシャーな。何そのポリッシャーって？車を磨く機械。ここのね、そんなんがあんねんけど。はい、サンダーみたいなやつね。そうそう、いろいろあんねん。研磨力がちゃうとかさ、機械の回り方がちゃうとかな。なるほどね。これくっつくんや、ピタってナイロンも。静電気でな。あ、静電気で。そうそうそう。大概。うん。やりやすい。そうやな。あ、やっぱそこも全部やらなあかんねんね。ここゴムやんか。ほなここを磨くとさ、熱でこれ溶けんねん。あ、そう。ゴムがな。そうそう。そやからこういうのが一応もちょっと手間やけど、やっとかなあかんな。全部なしとかんと後で自分がしんどいからな。弁償もせなあかんしな。そう。こんな感じかな、マスキングはな。そうやな。よっしゃ、ほんならそれで洗っていく今から。普段は洗うねんけど、いろんなやり方があって、これはこれ今から拭くねん。拭くってこいつ何考えてんねんと思われるかもしれんけど、正直すごいやん。傷とか汚れが。あ、もうこれめっちゃ汚い。そう。やから洗ってもええねんけど、洗うとどうしても水切ってもさ、水が絡むねん。水が絡むとさ、研磨剤がこう絡むねん。絡むとさ、その作業がしにくいから拭いて、ほんで拭くと傷も入るし、そんな鉄粉取りってすんねんけど、鉄粉取りも傷も入んねんけど、もうそれ以上にこの状態が悪いから、もうこういう車はその研磨に少しでも時間を取れるように、俺はもうこういう場合は拭く。俺が見てみなんかこう泡吹いて洗ってる動画とかあるやん。あんなんではない。あれもするけど、ってことはクラウンエステートとか新車やったらそれをするねん。そうせやねん。拭いた傷が入るから、洗った方が傷はもちろん入りにくいねんけど、傷が少ないからあんま磨かんでいいやん。これはもうなんせむちゃくちゃ磨かなあかんから、その代わり拭く時でもさ、やっぱり綺麗に拭くで。この隅々とかさ、こんなところにちょっと砂が噛んでたら、磨く時に砂で磨いてるのと一緒やから、そうならんように綺麗には拭くで。そんなザーッと拭くんじゃなくて。なるほど。そうそう。俺はそういう風にやってる。あ、そう、最初水拭きすんねん、普通に。もう普通に。だからもう、こんなん見とったら素人かって言われそうやけど、俺はもうとりあえずもう拭く。でさ、ちょっとこうやって触ってみ。これザラッザラや。あ、ザラッザラやな。これな、鉄粉やねん。だからこの後に結局これ拭いてさ、ガーって粘土でこすんねん。ほんならもうどっちみちそれで傷だらけやから。あ、そうなんや。そやからそれいろいろ考えるとさ、もう傷だらけなんねん。ほんならさ、ちょっとでも早く磨きに行きたいやん。で磨きに時間を使いたいから、俺はもう拭く。いろんな意見があるやろうけどな。へえ。とりあえずこうさーっと拭くやん。拭いてさっき言ったようにこの隅もう一度これ全部押さえる。押さえてこの中のこの汚れ、まあ磨いた後にもう一回きれいに洗うけどな。だけど今その磨きで小石がかまんように、こんな感じでこれを洗ってたらさ、まず水かけて洗ってさ、水切ってっていう時間考えとったらさ、やっぱ3倍とか4倍の時間変わってくるから。ああ、なるほど。せやね。一般の人が素人さんが洗車するやんか、そんなんも最初に拭いた方がいい。ああ、そら絶対あかん。絶対あかんねや。絶対もう水かけて洗わんと。ようとかあるやん。もうあんなもうこの業界の人間からしたらもう最低。あ、そうなんや。あれもう中にさ、むちゃくちゃ油分が入ってんねん。そやから傷入ってんねんけど、ビカビカに光らしてさ、その傷を見えんようにしてるだけやからな。あ、そうなん。そうだからもうこんだけ汚れてるやん。それをさ、いきなりやで。こうやって拭いてさ、それで油で光らしてるだけやん。普通に考えたらほら一糸で拭いてるのと一緒やから。なるほどな。そうだからあれは車を大事にされてる人は、あれはちょっとあかんね。やめた方がいいなと。個人差あるけどいい人はいいやんみたいなね。だから俺が言ってるのはあくまで車を大事にしたい人。なるほど。何それ。これセラミック粘土って言うねんけど。ちょっと待って見して。これでな。これで見ときや。ここ綺麗やろ。ほんで。これでこのボディのザラザラを取っていくねんけど、次もう一回またウエス変えてさ、ウエスタオルを変えてね、ほんでちょっとビシャビシャにして、
この綺麗やろ。ほう。これさ何それ。すげえな。ちょっとさーっとやっただけでもこんだけついてるの分かる？うわーこれ鉄の粉、鉄粉やねんけど、こうやって触ってみ。あ、それがなくなってきてる。なくなったやろ。そう。へえ。そうせん。これを鉄粉取りって言うねんけど、ほ服触れて傷入る塗装にさ、こんなんしたらもう傷だらけになるやん。う。ほう。だから結局一緒やん。ほうほう。だから洗車よりこれの方が早いなと思ってる。あ、こんだけ汚い車は。そう。綺麗かったら別やで。うん。うん。傷つかへんようにこれで取ってんねやね。そう。鉄粉を。うん。もうなんかすでに綺麗なってないこれ。まあせやな。もうこれだけで。うん。ちょっとずつな。傷は全然増えてんねんけどな。あ、そうなんや。うん。鏡でもさ、なんかほら、洗面所の鏡ってほら、歯磨き粉が飛んでたりとかさ、するやろ。わかるわかるわかる。だからあれやったらほら、なんていうんだ、ピカッと見えへんやん。はいはいはい。これが今ちょっと鉄の粉が取れてきたらさ、はいはいちょっとこうピカッとね。はいはいはい。なるほどね。それどこに売ってんの？ロフトとかに売ってんのそれ？いや、業務用やから。あ、もう車専用なんや。そう。ほんでオートバックスとかにも一般の方向けにはあんねんけど、それよりもやっぱこれが取りやすいし、俺ちなみにそれどれぐらい持つの？この中にどんどん鉄が溜まっていくから、もう俺は2、3台で掘るな。ちなみにそれ何ぼすんの？それぐらいの大きさで。これででもやっぱ1000円ぐらいはする。あ、そうなんや。うん。肯定的にはだからこんな感じなんやな。鉄粉取りとかせえへん業者もおんねん。あ、そうなんやや。ねんけど、これが一応バフって言うねんけどな。結局さ、これでこう磨いていくねんけど、その鉄粉取り手抜くとさ、鉄の粉でこれ磨いてるんと一緒やからな。それ全然なるほどね余計に傷が入るから。へこの地味なことが大事なんや。よし、これで一応下地磨き終わり。やねんけど、よう聞かれんねんけどさ、磨きって塗装を削ってるんですよねって言われんねんけど、じゃなくてな、板金塗装屋さんとかが塗装して、ホコリを削るためにグワーってむちゃくちゃ粗いので磨いたりすんねんけど、それは削ってんねんけど、俺はもうそんな粗いの使えへんから、傷ってのはこう言うたら粘土にこう入ったらさ、両方にこうバリができるやん。これが傷やねんけど、これね、熱をかけてやって傷の中にちょっと塗装を動かしてやる。なるほどね。だから熱がかかるから、穴が開いてるというか、そこにこう埋まっていくやんか。こういう作業を俺らはしてる。なるほどね。そやからさっき言ったように、鉄は熱持つやんか。そやけどこんなミラーとかって熱持たへんから、鉄板じゃないから。そやから、だから溶ける言うたな。傷がどうかなっていうのはそういうことやね。なるほどね。そう。とりあえずちょっと磨いていくわね。磨くねんな。これ何もつけへんの？今からつける。とりあえず1回目の工程、俺はシングルアクションっていうのを使うねんけど、シングルアクション、はい。回るだけ。一番研磨力があんねんけど、これであんまり磨きすぎると、この磨いた後バフ目っていうんだけどな、このグワーってオーロラとかいろんな言い方をすんねんけど、これが取れへんようになるから、そこのさじ加減も難しいな。どこまで磨くんかっていうの。なるほど。何それ？これ研磨剤。へえ。いろいろ研磨剤もいろいろあんねんけどな。ほんでこう。ゆっくりなんやね、結構。でも、これもな、もっと早くもできんねん。こんな感じで。ほんまやな。だけど、それを。ここで。そう。だけど、これを202でやると、もうこの後でバフ目が取れへんから。この色でやるとね。そこそこ。でやってる。ちょっとやってみる？やっていいの？いいよ。オッケー。うわ、すげえな、これ。意外と跳ねるやろ。跳ねるな。難しいやろ。いや、結構持って帰る、ほらほら。そうやろ。ほらほらほら。そう。それをこうペタッとそうつけない。あ、こう。そう。ああ、なるほど。だこっちにこうした方がいい。ねんけど、それとちゃんと磨けてんの。全体をペタッと平行に。表面と平行に。こう？まだ、ほら、前が浮いてるやろ。あ、こうか。そう。お前大変やな、これ。すげえな。難しいやろ。
難しいわ。あ、これの熱でさ、焼けるってことやね。そうそうそうちゃんとへこなってる？なってない。なってない。もうちょっと前をつけなあかん。そう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 。オッケー、ほんなら行こうか。側面全部やっといてくれる？いや、おい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 。おい、もう汚いやろ。これ合ってんのわからないもんな。いや、これで合ってんねんけど、これなんとなくこの白いの分かる？うん、わかるわかる。これが全部白い。バフ目って言うんだけど、磨いた傷や。だからこれはこの後の工程。これが傷ねや。傷なんや。はいはい。この後の工程で取るんやけど、この傷をなるべくこの段階で少なくした方が後で自分が楽やからな。なるほどね。そうそう。うわー、なるほどね。綺麗になってきたやろ。はいはいはい。だけどこの辺が全部これバフ目。これはまあこの後で取んねんけど、次にこのギアアクションっていう。リアクション。これギアアクションって言うんだけど、ギア。さっきのシングルってこうずーっと回るだけやってんけど、これはこう回りながらいびつな動きをする機械やねんけど、次はこれで傷を取るために入った傷、バフ目って言うねんけど、それを消していく作業。そうです。バフ目な。バフも。すんごい動きしとんなこれ。なんとなくほらこの後でさ、まるでこうなんとなく動いてる。カメラで映るかなこれ。ちょっと映りにくいかな。これで普段はこんな拭いたりせえへんで、もうこの拭く時点で傷が入るけど、今はちょっと分かりやすいように、あ、なるほどね。こうやって拭くけどさ、こっちが一応な、その2工程目まで終わった後で、こっちがこれつけんかった。シングル、さっきのほら粗磨きだけの工程、なんとなくこっちの方が白くぼやーっとしてるの分かる？ぼやーっとしとんな、こっちのぼやーっと。これがなバフ目って言うねんけど、こっちないやろ。これがな表にいて太陽の下行くとギラギラギラって出んねんや。あ、そうなんや。だからこれをいかに消せるか。なるほど。っていうのがな。これをずっと続けていくわけね。そう。で次には？で次に、出た。ちょっと大切にしてるっぽいなそれ。そう。高い。これ高い。でこれ一応最後の工程やねんけど、これがダブルアクションの機械っていうねんけど、これはもうほとんど回らん機械。ほとんど回らないのに5万もすんのこれ。ほとんど回らんねん。だから回るとさ、バフ目が入るから202ってさっき言ったようにむちゃくちゃ繊細やから、今のでもほら結構回ったんやギアアクション。それでもまだバフ目が入ってるから、次はもうほとんど回らん機械でもう最後の小傷を取っていく。めっちゃ回ってるやん。回ってるように見えんねんけど、なんていうのかな。どうやってわかるかな。あんまりこう回ってない。あ、そうなの？だから結構切れてきてるやん、こうやって。こんな感じ。よし。これで一応磨きは終わり完了。だからこのアルファードはだいたい3工程かな。で工程によっては5工程せなあかんやつとかもあるけど、これはだいたい3工程で一社いけるかなと思うけど、この大きさでさ今の3工程をしてたらすごい時間かかる。だから結構磨きは時間がかかるな。綺麗になったよ。あ、綺麗になった綺麗になった。これで完成。外はこれで一応あと洗って脱脂してコーティング塗ったら完成やけどな。そうそうそう。すげえな、やっぱ綺麗なんなこれ。もうすでに綺麗になってるもんな。こっちとの分かれ道をちょっと欲しいな。ラッパ出たな。ラッパ来た。噂のなトルネードガンな。トルネードガン。これでさ拭くだけ拭いてみる。これでこういっぱい出てきてるの分かるね。やろ。これをさこうこう掃除機の方向向けながらこれでも飛ぶけどさ、これ出てきたやつこう吸いながらね。すごいな。
だからこの辺さーっとやっただけやけどさ、この座席は座敷もね。やっぱ出てくる座席も。この間とかはさ、ここも詰まってるやん。はいはいはい横がな。で、なるこんなほどね。感じでな。吸ってやると。そうっすなるほど。OK です。よ。こんな感じです。はい。はい。じゃあそれをちょっと楽しみに。了解です。こんな感じでやるんですね。はい。じゃあ次出来上がりを楽しみにしてます。楽しみにしとってください。はい。しかし大変やな、お前。いいやろすっげえ仕事してんな。 ?7 万にする。まさピーチャンネル見たっつってくれたら。ビーチャンネル見た見たね。はいはい。言ってくれたら、 OK リンク貼っとくからさ、ここの。オッケー。お願いします。おっしゃー !7 万はもう5万言うてるから。言った5万言うてるから。けど勉強になった。いろいろあんねんな。ちょっと面白いやろだから新車は洗うけどみたいな。要そうそうは水バーかけて泡なんかビヤーって泡かけて、で待ってる間になんかこうホイール洗ってとかするとかあるやんか。あれはだから新車でしかしないってこと。まあまあ中古車でもやんねんけど、だからでもその汚れ具合、傷の入る具合もあるし、一応一通りのこのなはいはいやり方はあんねんけど、でもそこにほらいろいろさ自分でいろいろ足して引いてしていかんとな。確かにな。そうそう。まあ経験よね、あとはね。まあまあまあプロはプロなりの考えがあるってことやな。そうやね。うんそうそうこれの次回半分はいこれ外しますんではい、皆さん楽しみにしてく楽しみにしとださい。ってください。グッドボタン、チャンネル登録よろしくね。マスビーでしたー。ありがとうございバイバイ。あとコメントどんどんください。なんかこんなやってほしい、あんなやってほしいっていうの。言ってください。強い味方言ってますんで。お願いします。ありがとうございます。バイバイ。ありがとう。ます。